再生ボタンを押してくださってありがとうございます。上海の岩丹です。今日はロードバイクに乗ってプードンからプートーチューまでサイクリングしましたので、いつものドラレコ風映像をお送りいたします。動画が長くなりすぎないよう倍速再生にしています。すごく速いスピードで走ってるように見えますが、実際は安全運転しています。実は先日ジム君といった重慶旅行の際に撮った映像の編集が残っているのですが、休日もずっと動画編集ばかりやってると不健康なので、月曜日はこうやって外に出ることにしています。またぼちぼち重慶旅行動画もアップしていきますので、よろしくお願いします。さて、今日の目的地はここ天安千樹1000Treesです。実はこの場所、私のヘアサロンのお客さんが教えてもらいました。上海にこんな面白い建物があるよと。それを聞いて、これは行ってみないとと思ったわけです。どんな場所なのか、行く前に少し調べてみました。名前の通り1000本を超える木々が建物そのものを包み込んでいる、そんな山のような複合施設なんだそうです。設計したのはイギリスのデザイナートーマス・ヘザウィック。ロンドンオリンピックの聖火台や上海万博のイギリス館を手掛けた人物です。中国の名峰鉱山とバビロンの空中庭園、その2つを融合させたイメージでデザインされたと言われています。もともとこの辺りは上海の工業を支えた古い製粉所の跡地。そこに2021年の12月、この巨大な建物がオープンしたそうです。飲食店やショップ、アートの展示までいろいろ揃っているとのこと。写真で見るだけでもかなり独特な見た目ですが、実物はどうなのか、早速行ってみましょう。ちなみにここの住所は概要欄に入れておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。フェリー乗り場に到着しました。ご覧の通り、交通カードまたはスマホをピッとかざすだけで乗ることができます。運賃は 2.8 元、約60円。ちょっと上に登って外の風景を見てみます。ルージャーズウェイのビル群が遠くに見えます。普段はプーシー行くなら地もとてつですが、こうやって外の風景を見ながらプーシーに上陸するのも良いものです。あ、またやらかしました。この音声読み上げ AI、 この声質が好きで使っているのですが、すぐに漢字を読み間違えるんです。元という字が出てきたら何が何でも元って読むんです。下元鉄、下元菜、上元左右、天上天元唯の独尊。こうやって読み間違えてもちゃんと課金されてお金取られるんです。だから読み間違えそうな単語はカタカナで書くんですが、そうすると変なイントネーションになるんです。その辺、早急な改善を期待しています。さて、プーシーに上陸しました。今回は iGPSPORT という最高のルートナビを参考にしながら走ったのですが、途中自転車走行禁止の場所に入ってしまい、自転車から降りて歩道を歩きます。雨も降ってくるし、今回は割と散々なサイクリングでした。さて、ナレーションはここまでにして、ここからはドラレコ風映像とエピデミックサウンドからダウンロードした音楽のみでお送りします。2026年6月の上海の風景をお楽しみもとさい。
目的地に到着しました。左に見えるのが1000ツリーです。意外にもたくさんの外国人観光客を見かけました。思ったより有名だったんですね。今日の動画はここまで。最後まで動画をご覧元さりありがとうございました。